皆さん、こんにちは。コナガと申します。今回紹介するのは、ヘクブラマインアセンダント、ヘックスブラストマインアセンダントとなっています。このスキルを紹介すると、このヘックスブラストの特徴として、敵にヘックスがかかっているときにこのスキルを使うと 100% モアダメージに加えて、さらにこのエリアダメージですね、爆破ダメージのようなものを発生させます。そもそも、このスキルベースダメージが高い上に、このモアダメージが乗って、実質スキルジェムとサポジェムが合体されているような強力なスキルとなっています。また、特徴的な効果で、このスキルのダメージは、敵のカオスレジではなく、この最も低いレジスタンスに対してダメージが入るようになっています。通常ピナクルボスは 50% エレメンタルレジスタンスと 30% のカオスレジスタンスを持っていますが、このゲームにおいてカオスレジスタンスを下げる、貫通する効果は、エレメンタルレジスタンスのものと比べ手に入りづらくなっています。なので、このスキルは、エレメンタルレジを下げるフロストバイト、エレメンタルウィークネス、コールドエクスポージャーといったものを使い、カオスレジスタンスを下げるより効果的にレジスタンスを下げることができます。例えば、カオスレジを下げる代表的なデスペアと、先ほどのこのセットですね、フロストバイト、エレウィーク、エクスポージャーのセットを比べたときに、同量のカースエフェクトがあった場合、デスペアだけの場合だと、マイナス 9% のカオスレジ、このセットだと、マイナス 29% のコールドレジとなっています。なので、エレメンタルレジスタンスを下げた方が効果的にダメージが出せます。この強力なスキルをマイン化することによって、さらにダメージスケールが良くなって、リーグスターターの中でもね、屈指のダメージを出せるようになっています。そして、マインスキル、このレフトクリックにデトネイトボタンをですね、設定することで、左クリックを押しながら、右クリックでこうスキルを投げて、もう簡単に発動させることができるので、マインスキル使ったことない初めての方でも全然使いやすいスキルとなっています。それでは、ジェムの構成を見ていきましょう。まずはヘックスブラスト 6L ですね。ヘックスブラストとハイインパクトマインフィールド等々ついてるんですが、ここでインクリスクリティカルストライクを使ってるのは、このヘックスブラストというスキルが、ベースクリットが非常に、少ない。4% しかないですね。通常の、キャスターのスペルであれば、6% ぐらいはあるんですが、特にヘックスブラストは少ないので、インクリスクリティカルストライクスをつけています。ここでハイインパクトマインですね。このハイインパクトマインがヘックスブラストのというスキルをこのマインと化してくれるので、これがないと、このヘックスブラストマインとして動かないので、この6リンクを使ってます。チャージドマインはフレンジーチャージやストライク、クリティカルストライクチャンスを伸ばしてくれて、またフレンジーチャージごとにこのマインスローイングスピードですね。マインスローイングスピードを上げてくれるので、プレイフィールがさらに良くなります。これね、スローイングスピードが遅いと、例えばアタックビルドのアタックスピードみたいな感じで、こう、アタックスピード遅いと結構やりづらいんですが、このスローイングスピードが増えると、非常に快適にプレイできることになります。次はユーティリティですね。ベアトラと、イモータルコールキャストエンダメージテイク、これをインクリストデュレーションでリンクさせています。このビルド、ディフェンスレイヤーがイベージョンしかなくて、一発のに弱いので、イモータルコールを採用しているんですが、これベースデュレーションが1秒ということで、非常に短い。一瞬しか効果がないので、インクリストデュレーションをつけています。また、ベアトラップ、これ25% テイクインクリスダメージ from mine と非常に強力なんですが、このベースデュレーション、効果が3秒しか続かないということで、これもインクリスデュレーションにつなげている理由になっています。次に211のリンクですね。キャストオンデスポータル、これ2リンクで、11のオーラ。これは別にリンクしてる必要はないですね。はい。こちらが211のムーブメントスキルと、マークですね。シールドチャージを主に使っていこうと思っていて、シールドチャージ、ファストアタック、フロストベング。これで非常に快適なムーブメント、スキル構成となっているので、早く動きますね。これはアサシンズマーク。これ正直空いてるからここに入ってきます。はい。次3リンクのウィザートーテム。このビルドはカオスビルドなので、このウィザーというデバフが非常に強力で、このウィザーというデバフはですね、敵のカオスダメージテイクンですね。
これが非常に増えるということで、カオスビルドにとっては重宝するようなデバフとなっています。ただ、これ一つだけだとちょっと使いづらいっていうのがあるので、このスペルトーテムとマルティプルスペルトーテム、これらを使うことで一瞬で敵にウィザースタックをかけられます。これ最大で15回かけられるので、15回 6% インクスカオスダメージテイクンですね。だから 90% 以上のインクスカオスダメージテイクンが15スタックの時にゲットできます。で、これなんでウィザースペルトーテム、マルチプルスペルトーテムで取ってるかというと、このウィザーの効果はですね、2秒しか使えないんですね。そして、こちらのウィザートーテムを見てみると、キャストレートが3秒ということで、キャストレートが3ということで、1秒間に3回キャストするんですね。つまり3スタック貯められる。そして、スペルトーテム、マルティプルトーテムで、マキシマム3トーテムですね。立てられるので、3×3 で9。1秒間に9個ウィザースタックを貯められて、2秒間だと18個。マックスが15個なので、15個一気に貯められるということになります。なので、この3リンクですね。次に3リンクのディバインオーラ。ゼロトリディバインブレッシングインスピレーション。これ後々話すんですが、エルリッチバッテリーを使っていて、このエナジーシールドですね。エナジーシールドがマナの代わりになってくるので、このエナジーシールドがこのマナコストより大きくならないといけないんですね。そのためにインスピレーションを使っています。はい、このフロストバイトは、後のアイテムのセクションで話すんですが、リングにソケットするフロストバイトになっています。で、こちらがエレメンタルウィークネス、カースオンヒットのリングですね。反対インフレーションのリングになっています。これもアイテムで話そうと思います。というのが主なジムの構成になってますね。はい、次にスキルツリーなんですが、ちょっと、すごいことになってるなと思われるかもしれないんですが、大体、サボターとかですね、もしくはオカルティストですかね。とかでヘックスブラストをするときも同じような、ツリーを取るんですが、自分はアセンダントなので、この真ん中からですね、ここら辺でレジですね。レジを、合計 28% オールレジですね。を取って、かつソケットであったり、ライフであったり、ここでスペサブを、相当数稼いでいるので、ここがちょっといい点ですね。その他は基本的にはマインのノードやクリティカルチャンスですね。オーラのノードを取っています。パワーチャージだったり、フレンジーチャージ、ここね、パワーチャージのクラスさんですね。これらも取っているので、パワーチャージ多くあって、強いねっていう感じですね。はい。このチャージごとの 3% ダメージ、これも結構強いです。この中で、他のサボターであったりオカルティストが取らないであろう、マスタリーが、このマインマスタリーとなっています。このインクリスエリアブエフェクトなんですが、例えばサボターなんかは、それぞれのこのスモールノードにですね、AOE が入ってるんですが、アセンダントなので、そんなこともなく、この AOE 取ると、この29っていう非常に狭い範囲になってしまいますね。この範囲ですね。ですが、これを取ると、さらに1個ですね。1個メーター飛ぶみたいな感じで、範囲が非常に広くなるので、このマスタリー非常におすすめです。今回の POB はですね、ラージクラスターとミディアムクラスター2つって一見、非常にお高そうに見えるんですが、これアイテムセクションで話すんですが、このクラスターたち作るの非常に簡単です。なので、採用しています。以上がパッシブスキルツリーとなっています。それではアイテムを見ていきましょう。この中でユニーク、3つあるんですけど、一番重要なのがこのプロフェインプロキシと呼ばれるユニークリングで、こちらとアンセットリングなので、先ほど言ったフロストバイトですね。フロストバイトをこれにソケットすることで、スキッターボットが、カースのオーラを敵にかけてくれて、ヘックスブラストが常に爆破のダメージを出せるようになっています。あとはハンターリングの話もしたんですが、もう片方ハンターリングになっていて、エレメンタルウィークネスオンヒットと、このフロストバイトの2つで、ダブルカースで敵のレージを下げていくということになります。そしてもう一つ使っているユニークとしては、このエターナルストラッグルですね。
これは、まあ、どっかのボスですかね。ちょっとどこのボスか、エルドリッチボスか忘れたんですけど、エルドリッチのボスからドロップするユニークのアミュレットとなっていて、これインプリシットに本当は、インフルエンスのモッドがついたんですけど、ちょっとまあ別に何でもいいので削除しました。あの人はカリズマを使っていて、そうですね、特筆するべき点は、このアトリビュート、豊富なアトリビュートと、このグローバルディフェンスですね。この2つが非常に強力で、グローバルディフェンスっていうのはエナジーシールドとか、イベージョンとか、もしあればアーマーなんかのディフェンス関連を上げてくれるというもので、今回エルドリッチバッテリーを使っているので、このエナジーシールドの供給に一役買ってくれてますね。また、このアメレット、それだけではなくて、この一番下に書いてある、シャリングエグザークの、インフルエンスが強いときに、カリングストライク、15% のカリングストライクですね、を持てるものとなっています。このインプリシット本当に何でもいいので、とりあえずシェアリングエグザークが強いアミルトを買ってください。それでは、レアアイテムを見ていきましょう。これは 40% クオリティのカオスジェムベンダーですね。カオスジェムの、合計値 40% のクオリティと、あとはワンドとかですね。ワンドとかを、しかも白だったかな、ノーマルのワンドを、ベンダーに入れると、このプラスワンオールカオススペルスキルジェムがもらえるベンダーレシピとなっています。なので、これにオルトリーガルして、スペルダメージをクラフトすれば終了。非常に簡単にやっています。これ自分でレベル20まで上げて、GCP、ジェムカッタープリズムで、クオリティ20にして、そのまま打っちゃえば、すぐにできますね。はい。シールドは、スペルダメージと、プラス1カオススペルスキルジェムがついたものなんですが、これは、ベースティタニアムスピリットシールドが一番いいんですけど、正直、ベースは何でもいいですね。イントベース、ピュアイントベースのシールドであれば何でもいいです。作り方は、ハーベストのカオスリフォージであったり、フォッシュルの、カオスフォッシュルですね。を使えばすぐにつくと思います。もしくは、スペルダメージがフラクチャーしてあるものを買ってきて、それにプラスワンオールカオスをつけると、非常に強い装備となるので、できればフラクチャー買いたいですね。はい。他は、ヘルメット、ボディ、グラブ、ブーツ。これは本当に何でもいいですね。インプリシットが重要なだけであって、ライフ、レジスタプレス。これがつけば何でもいいですね。はい、じゃあもう片方のリングは、これハンターインフルエンスのリングで、エレメンタルウィークネスオンヒットがついているものが望ましいです。だからこれ別のものも使えるんですね、実は。これハンター今インフルエンスなんですが、例えばリディーマーのインフルエンスでフロストバイトオンヒットであったり、ウォーロードのフレーマビリティオンヒットなんかも一緒に使えるので、それどのカースオンヒットがつくかによって、このプロフィンプロキシーの方にソケットするカースを別にすれば、このインフルエンスは何でもいいですね。作り方は、ハーベストのキャスターリフォージをインフルエンスリングにすれば、カースオンヒットが出やすいので、それで作ってください。ベルトは、トラップマインのスローイングスピードがつくエッセンスですね。ジールエッセンスを使って、適当にこねてください。これカオスレジ実際いらないのでね、本当にライフとかエナジーシールドついて、レジがついたら、もうそれでいいですね。これ今、アビスジュエルとスティジアンバイス、アビス合詞ですね。を使ってるんですけど、これ序盤なんかエナジーシールド足りないなと思ったら、クリスタルベルトを使っちゃって問題ないですね。ライフちょっと少なくなるんですが、その分エナジーシールドを非常に多く稼げるので、この大量のエナジーシールド、先ほど言ったディバインブレッシングより多くなくちゃいけないので、これを稼ぐのに非常に重宝します。なので、スティジアンになってるんですけど、クリスタルベルトでもいいですね。はい。フラスクはいいかとなっています。ディバインフラスク、ライフ、インサントリカバリーバイオンローライフ、ブリードイミュニティ。ダイヤモンドフラスク、クリちゃん、イベイジョン、イベイジョン、アメージストームーブメントスピード。これ別に何でもいいですね、正直。これ、サフィックス埋まってるんですが、これなんで
プレフィックスがないかっていうと、プレフィックスは正直何でもいいからですね。インクリスデュレーションだったり、リデュースフラスクチャージユーズだったり、リカバリーですね。インクリスリカバリーみたいな感じのやつでも、もう正直何でもいいですね。というのも、このビルド、イベージョンビルドで、ゲインフラスクチャージウェインヒットのモッドもあんまり意味ないですし、クリティカルでフラスクチャージがもらえるモッドがあるんですけど、このビルド、マインビルドで、マインがクリティカルヒットしても、こういう系ってたまらないんですね。これは自分がクリティカルヒットしないと、溜まっていかないので、フラスクチャージ溜まりません。はい。なので、プレフィックスは何でもいいです。そして、ここで使うのが、ユニークのクイックシバーフラスクですね。このビルド、チャージドマインのおかげで、フレンジーチャージの生成が非常に楽で、常にフレンジーチャージを持っているという形なんですが、今4チャージ持っていて、このクイックシルバーを使うことに、オンスロットを12秒間ゲットできるんですね。で、オンスロット何がいいかって、はい、そうです。20% ムーブメントスピードのみです。他は関係ありません。アタックスピード、キャストスピードも関係ありません。なので、このクイックシルバーは 60%MS が上がるものと考えてください。このフラスクチャージ、When you deal a critical strike も関係ないです。ただ、オンスロットもらえるのいいので、使ってください。通常のクイックシルバーでもいいですね。はい、ジュエルはですね、通常のコバルトジュエルは、ライフにクリットマルチがついたものと、レジとかアトリビュートが結構きついので、他はサフィックス空いてるのいっぱいあるんですけど、レジとかここら辺で詰められたらいいですね。ライフクリットマルチ、レジ、あとはデックスも結構きついので、デックスとか入ったら嬉しいですね。まず先にミディアムクラスターから、これは本当に簡単につくので、オルタレーションとオーギュメントリアルで、作るか、もしくは、スカワリングとアルケミですね。これでも簡単につくので、どちらでもいいです。これはね、買わないで自分で作った方がいいですね。圧倒的に。はい。次にラージクラスター。これ3ノータブルどうやって作れって言うんだって思うかもしれないんですが、これ実はカオスフォッシルで簡単に作れてですね。これ、クラフトオブエグザイルのシミュレーターなんですが、この回数で非常に早く簡単につくということで、これも自分で作るか、もしくは売られてる品でもなんか相当安いっていうのを聞いたので、買ってもいいですし、自分で作ってもいいですし、はい。非常にお安いですね、このクラスター。はい、以上が、装備構成になっています。どれもこれも本当に適当なギアで済む。適当なギアで済むのにこんなにダメージが出ると。それほどヘックスブラスト、優秀なスキルですね。はい、次はミディアムバジェットの紹介ですね。DPS 見てわかる通り3倍になってますね。はい。スケールが非常にいい。ただちょっと、この POB には一つ欠点があって、これアイテムのセクションで話します。はい。スキル構成がこちらになっていて、これ先ほどのものにアウェイクンド・ボイド・マニピュレーションですね。これが載ったものとなっています。アウェイクン・ボイド・マニピュレーション、そこまで高くないし、プラス1カオススキルジェムもしてくるので、非常に強力なアウェイクンジェムですね。で、他の構成も結構変わっていて、まず、ビザーを付与するものが変わりました。というのも、バジェット帯では、ウィザートーテム、スペルトーテムを使っていたんですが、ここではウィザリングステップのアノマラスですね、を使っています。これとエンハンスをリンクすることで、ウィザリングステップを使うと11ウィザーデバフを1回でかけることができます。これは自分がダメージを出したいときにウィザリングステップを自ら選んで起動して、敵に11デバフをかけるっていう形になりますね。そして、このエンハンスにかかっているものがデトネイトマインですね。このデトネイトマイン、実は、ベンダーで買えるデトネイトマインなんですが、このデフォルトでクオリティ 20% インクリスデトネーションスピード。これ DPS に結構関わってきて、23個アクティブマインがあるんですが、これがすぐに発動してくれて、ダメージが一気に出るっ
っていう形になってますね。そしてそれをエンハンスサポートで、このクオリティのやつを上げて 44% インクリスディレーションスピードという形になってますね。これ、ベアトラップで、アノマラスがスキルエフェクトデュレーション触れて、さらにエンハンスで伸びる。実質、あれですね、インクリスデュレーションがサポートされてるような形になってますね。これ 88% インクリススキルエフェクトデュレーションなので、通常のインクリスデュレーションだと78%とかしかもらえないところを 88% もらえるようになってます。はい、このセットアップ結構好きですね。こちら22の、ムーブメントスキルですね。ここにボイドマニピュレーション刺さっているんですが、このビルド、カオスダメージのビルドなので、エレメンタルリフレクトマップがそもそもいけるんですね。なので、このスキル構成で、このボイドマニピュレーションなしで、そのエレメンタルリフレクトのマップに行くと、なぜか死ぬことがあるんですね。で、これはフロストブリンクのエレメンタルリフレクトで死んでいるからです。なので、ボイドマニピュレーションを刺すことでエレメンタルダメージを出さなくしています。で、フロストブリンクやシールドチャージで、自分で死ぬこともなくなると。突っ込んで死ぬこともなくなる。っていう風になってます。2個が22の、キャストオンデスポータルとイモータルコールですね。はい。ディバインオーラ、そして、3ソケットのオーラとアーク。フロストバイトとエレンタルリークですね。フロストバイトはこれアノマラスを使うことで、インクレスカースエフェクトを付与しています。あとはオーラ、そうですね。アサシンズマークですね。これもアノマラスを使って、インクレスダメージテイクにしてるんですけど、そもそもウィザードのね、ウィザーのデバフがかかってるので、インクレスダメージテイクンは正直そんなダメージ変わらないですね。以上がスキル構成です。それではアイテムを見ていきましょう。大きな変更点はこのサンドストームビサージュ。このサンドストームビサージュはですね、サンクタムリーグで非常に強力なユニークとして登場したんですが、何せ排出率が非常に高いので、すごい安いアイテムとなっていたんですが、今回のサンクタムのコア入りをに際して、ユニークのドロップ率がちょっとね、今見えない。そもそもサンクタムのリーグのドロップ率っていうんですかね。もう分かっていないので、これがどれだけ高くなるか分からない。そして、X ブラスト結構人気が高いので、この今期は。どのレベルなのかっていうのが一番不安なところですね。それ以外は全部、基本的には安いんですが、ここだけちょっと読めないものとなっています。その他には、このアミュレットの、パラシーですね。パラシーのアミュレット。これの効果は、レスクリティカルストライクチャンスという、非常にきつい仕様となっているんですが、グローバルクリットマルチが225%、これ最大240%かなまでもらえることになってますね。しかもクリティカルストライクにカリングストライクがついていると。レスクリティカルストライクってやばいんじゃないの？でも、見てください。これ 100% クリットなんですね。これ実はこのサンドストームビサージュの効果と相まって、非常に強力なアミュレットとなっています。そしてその理由として、サンドストームビサージュのこのベーススペルクリティカルストライクチャンスが、メインハンドのウェポンのクリティカルストライクと同じになるという効果ですね。この効果で、このレスクリティカルストライクチャンスがかかってるんですけど、100% クリットチャンスに到達することができます。このプロフェシーワンドなんですが、プラス数はちょっと置いておいて、クリティカルストライクチャンス、これ、ローカルなんですね。ローカルのクリティカルストライクチャンスを積んで、なおかつエンチャントでクリティカルストライクチャンスを上げてます。で、このワンドの武器のクリティカルストライクチャンスが 10.8%。このクリティカルストライクチャンスがスペルのベースクリットと同じになるというのが、このビサージュの効果ですね。どれだけ強力なのかっていうと、これだけでプラス 6% ベースクリットですね。を実質してくれてます。なのでもう、ビサージュを買ったら武器にクリティカル盛るということをしてください。はい。プラス2とこれスペルダメージって書いてあるんですが、このスペルダメージに関しては、フラクチャー品を使ってください。このインクリススペルダメージはフラクチャーされていて、このプラス1プラス1を、フォッシルクラフト
これでですね、出してください。そんなね、高くないんですよ、実は。作るの。なので、非常に簡単に作れるので、このスペルダメージがクラフト、フラクチャーしてあるアイテム、これワンドだけじゃなくてもいいんですね、実は。ただ、ベースクリットチャンスが高いものにしてください。例えば、ルーンダーガーであったり、セプチャーであったり、これらでも全然使えるので、フラクチャー品が売っていたら、それを買ってください。そして、フォッシルで、プレフィックスを完成させたら、プレフィックスキャントビーチェンジと押して、ベルドケオスで、このクリティカルストライクチャンスの出してください。で、それが終わったら、マイスローイングスピードをかけて終了ですね。クラフト自体はシンプルなんですけど、この、プレフィックスキャノットビチェンジのクリティカルストライクチャンスを出すっていうのが、もしかしたら、ちょっとお金かかるかもしれないですね。運が悪いと。はい。次に、ティサニアムスピリットシールド。これもですね、スペルがフラクチャーしてあるものが一番いいかなと。もしくは、プラスワンカオスがフラクチャーしてあるものがあればいいですね。ベースに関してもまた何でもいいです。ピアイントであれば何でもいいです。はい。それ以外のアイテムはほぼほぼ変わってないですね。ブーツのエンチャントが変わっていて、この 100%クリティカルストライクチャンス if you haven't quit recently。これあるんですが、100% クリットなのになんでクリットしてないのみたいな。思うかもしれないんですが、このクリットリーセントリーっていうのは自分のキャラクターが攻撃してクリットしたら、この効果なくなっちゃうんですが、マインって自分じゃないので、マインがダメージを与えてクリットしても、この効果消えないんですね。なので、常に 120% インクリストクリティカルストライクチャンスっていうのが付与できるエンチャントとなっていますので、なんか適当なエンチャントされたブーツを買ってくればいいと思います。ベースはね、イベージョンベースであれば何でもいい。と、このような風にクリティカルストライクチャンスであったり、このベースクリットですね。これらを激盛りすることで、このレスクリティカルストライクチャンスのデメリットを打ち消してるんですね。なので、もう完全に225%グローバルクリットマルチがもらえる、優秀なアミュレットになってるんですね。でこのアミュレット、非常に安いので、そして結構出回ってることもあって、これにアディショナルカースのコラプトなんかをつけたら、非常にいいんじゃないかなと思います。はい。リングも変わってないですね。ベルトも特に変わってないですね。アビスにグローバルクリットマルチであったり、X だったり、必要なものをつけてください。はい。こちら、ジュエルとなっているんですが、何も変わっていません。はい。レジであったり、アトリビュートだったり、盛れるだけ持ってください、ここで。で、このビルド、ミディアムバジェットで、ウォッチャーザイをしていないんですが、ウォッチャーザイしていない理由としては、ちょっと、アトリビュートが現状、こう適当に持ってるので、これ外すと、これより下がっちゃうんですが、もし他のところでアトリビュート取れるのであれば、ウォッチャーザイを使ってもらえれば、ちょっとだけダメージはありますね。ただ本当にちょっとだけしか上がらないので、正直使わなくていいです。はい、以上がアイテムとなっています。ほとんど、レアに関しては変わってなくて、ウェポン1と2が変わっていて、そしてこのヘルメットとアミュレットですね。これらが2つ重要で、特にヘルメットがちょっと、直なので、あんま読めないなっていう感じですね。どうなるか、まあ、お楽しみということで。以上がミディアムバジェットの紹介でした。次にレベリングについて紹介します。まず、そうですね。アクト中のスキルジェムの取得は全てこちらに記載されているので、確認しながらプレイしてみてください。レベリングのジェムはですね、まず、アクト4まではスパークを使っていきます。この3、4というアセンダンシは本当に序盤がもう大変で、ベースのインクリスダメージであったりとか、そういったものが本当に積みづらいビルド、アセンダンシとなっているので、さらには最初のアクト3を超えた時点でラビリンスに行っても、特にアトリビュートしかもらえないアセンダンシの仕様となっているので、ちょっと厳しいですね。なので最初スパークを使って、アクト4でマインフィールドをゲットしたあたりから、マインフィールドとあと4リンクですね。4リンクをゲットしたら、アイオブウィンターマイナーとして
転生します。まあその後はずっとアイオブウィンターマイナーで行くんですが、いつヘックスブラストマインに変わるかっていうと、このドレッドアークですね。ドレッドアークっていうユニークが変えた時点で、ヘックスブラストに転生することができるので、このユニーク、まあ前までは 1C、2C だったんですが、まあ、今期ちょっとどのぐらいの値段になるのかわからないんですが、まあ、非常にコモン内でユニークとなっているので、そこまで高くなることはないだろうと予測しています。はい、こちらがまあノートに載ってるのでね、確認してみてください。レビングスキルツリーなんですが、アクト1から、2、3、アクト1から、4、7、8、10、75と、まあ、アセンダンシーポイントと一緒にね、変わるような形になっているので、確認してみてください。最4のパッシブツリーがですね、最初の段階だと取れるものは非常に少なくて、スモールパッシブばっか取ることになるんですね。なので、こう、今こうやって取ってるんですが、まあ、先ほどミッドとかバジェットを見てもらった通り、ここら辺全部リスペックしてるんですね、最終的には。なので、リグレットがちょっと多く使うことになってしまうのが、まあ、このリーグスターターとしての欠点ですね、となっています。できるだけポイントを少なくしたいなと思いつつ、ただこれ以上減らすと、やはりアクトのスピードに影響が出るなと思ったので、まあ、ここまでかなと思ってこう変更していきました。もちろん、アクトを急がない方はですね、そんなにこっちの方とか取んなくても全然いいので、まんまマインの方にこう伸ばしてもらってっても大丈夫です。ただ、アクト、こう、ほんと早く行きたいっていう方は、まあ、このツリーで行った方が早いと思います。はい。まず、スパークのツリーですね。これ、1から3のスパークで、4から7になると、マイナー、アイオブウィンターマイナーなので、マインのノードを取っていきます。で、アクト8から10で、さらにマインを取っていって、レベル75までの時点で、こちらの、エレメンタルオーバーローですね。これを外して、クリット系のビルドになっていきます。レベル75の釣りがですね、別にアイオウィンターじゃなくても、普通にヘックスブラストでも使えるツリーとなっているので、まあ、やって大丈夫です。はい。アセンダンシーなんですが、アセンダンシーはちょっと特殊になっていて、まず、最初アセンダンシーやると2ポイントもらえると思うんですけど、このサイオン、アセンダントというキャラクター、最初の2ポイントで、どこをどうやっても、このキャラクターのノードが取れないんですね。なので、アクト中、これは全部スキップします。アクト1から3、スキップ。アクト4から7、スキップ。で、アクト8から10。アクト10終わる手前ですね。手前で全てのラビリンスに行きます。ここで、ここ、シャドウのスターティングポイントが取れるところまで取って、まあ、1ポイント、インテリジェンス取るという形ですね。で、最後に残ったオカルティストを取って終了となっています。道中、まあ、ラビリンスを解放することは重要なんですが、3とかアクト3とかアクト7の時点でラビリンスに行く必要はなく、アクト10になった時点でラビリンスに行けば、まあ、それより下のね、ラビリンスは非常に楽にできるので、これは1から10まで全部ラビリンスはスキップということで、アクト10来たば手前になったら行ってください。はい、以上がレベリングツイートになります。バンディットとパンテロンは、まあ、いつも通り、バンディットはキルオールですね。2ポイントを取ってもらって、パンテロンは、まあ、これらの中からフリーズイミュニティ、そしてエルドリッチインフルエンスのファームしたい方によって、コースティックグラウンド無効化だったり、バーニンググラウンド無効化というのを取ってもらうことになります。最後に、このヘックスブラストマインですね。誰が使ってももうリーグスタート初日から飛ばせるようなビルドになっているので、まあ、もしリーグスタートでこう飛ばして稼ぐぞっていう人がいたら、まあ、このビルドやってみるのもいいんじゃないでしょうか。また今回サンクタムコア入りしたので、マイナービルドは遠くからですね、マインをポイポイ投げてれば敵を倒してくれるので、このスキル非常に優秀になってます。そして、これ最初に本当は話すべきだったんですが、なぜアセンダントを使用してるかっていうと、マイナーですね。ヘックスブラストマイナーからオーラスタッカーに変えたいなと思っているので、
他のキャラクターを使うよりは、サボターとかオカルティストを使うよりは、アセンダントで始めてしまえばいいんじゃないかということで、ヘックスブラストマインアセンダントというリーグスターターを紹介しました。で、この後、ローライフ型とかあるんですけど、そこら辺まではちょっと用意していません。ローライフ型であれば、他の、ビルドガイドであったり、自分の配信の中であるマンテスさんとかね、ディスクリプションにブログ載せておくので、日本人の方は見てください。サボターでもいいんですけど、アセンダントで他の、ビルドをね、やってみたいっていう方は、このアセンダントでスタートしても、正直、ミディアムバジェットまでのダメージであれば、サボターより強いと思ってます。なので、アセンダントで X ブラストマインを試してみるのはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。Twitch でもリーグスタート時配信しているので、よかったら見に来てください。それではまた。